この段階で美味しそうな色でしょ。ほらね、カレーも入ってないのに、このレシピは全くもう水だけですから、水だけでこのうまみ。今日は世界の料理です。ハンガリー、ハンガリーの国民的な料理、グヤーシュって言います。グヤーシュっていうのはハンガリー語で、牛使い、ね、グヤっていうのは牛の群れのことを言うらしいです。群れ。はい、材料です。今日は煮込み用の牛肉、牛すねシチュー用、1000飛んで3円ね。見てください。これすねです。スネークね。これね、カットをしてもいいんですけど、煮込みですから大体1時間半ぐらい煮込むので、このまんま大小ありますけどいきます。そして玉ねぎはみじん切りにしております。ニンニクのみじん切り、セロリのみじん切り、なんつったってやっぱりハンガリーはパプリカのみじん切り、ピーマンのね。で、お芋と、人参は最後に入れます。あとトマトもあります。そして炒めるオリーブオイル、クミン、ね、ギャバンのクミン、香り付けです。そしてなんといってもパプリカ、ね、パプリカパウダー、そして分量のお水でございます。はい、まずスネークね。スネークっていうの、スネーのこと、スネーク。失礼しました。スネークはヘビです。これスネーです。最初に塩コショウしておきます。黒い胡椒です。ちょっと気持ちね、多めに。これね、小さく小口に切ってもいいんですけど、まあこういうね、煮込みですからゴロっていうね、まあご家庭ですから、こういうざっくりした感じがいいと思います。はい、塩コショウをしましたら炒めます。はい、今日は、鉄鍋を使います。まず強火にして、今日は蓋しませんので、これ結構シャバシャバな、煮込みというかスープ煮込みみたいな感じでございますので、まず、オリーブオイルです。はい、そしてニンニクを入れます。はい、強火でいきます。そうしましたら、玉ねぎ、ね、強火でいきます。はい、これは茶色っぽく仕上がるので、ちょっと色がついても構いません。そしてすかさずセロリ、分量のセロリのみじん切り入れます。そうしましたら、これね1時間半ぐらい煮込むので、はい、そうしましたら、よく炒めましたらね、よく、はいね、こうやって炒めましたら、ここにですね、お肉を入れちゃいます。ガバッと。これお肉をですね炒めないで入れるパターンと、まあこうやってちょっとね炒めるパターンと、まあいろいろなパターンがあるんですけど、そのお家でね、今日はちょっと一緒に炒めちゃいます。お肉もね一緒に。そうするとちょっと肉の臭みが取れますので、そこに、クミンパウダ
そしてパプリカです。このパプリカはですね、非常に焦げやすいのでよく注意してください。ここもパプリカもここでよく炒めるね、これがポイントです。このパプリカ焦げそうになったら火を止めてください。よいしょ。はい、よくよいしょね。まだ焦げそうになったらパプリカは結構焦げやすいので、皆さん焦げそうになったら火を止めてください。でこうやってお肉とパプリカちょっと炒めてあげると、もうパプリカの香りも立ってきますし、お肉もちょっとクミンを入れることによってね、臭みも取れますし。はい、はい、ここでよく炒まりましたらトマトを入れます。そしてこの人参と、小芋はだいたいそうですね、10分か15分で火が通りますので、逆算してこれから煮込んで、逆算して10分か15分ぐらい前に人参と、お芋を入れて仕上がりです。はい、ここにねよくねワインとかなんか入れるんですけど、今日はこのパプリカの香ばしさとクミンで、それでよろしいですか。分量のお水を入れます。そして一度沸騰させて、だいたい1時間半ですかね。はい、皆さん沸騰してまいりました。それではこれが1時間半ぐらい煮込みますので、ちょっとね、あまりアクを取っちゃうとうまみもなくなっちゃうので、中火にして、若干上のこのねアクを取っちゃうとうまみも、牛ですからね、どうしてもアクが出るんですけど、このぐらいですね。ね、皆さん見てください。もうこの段階で美味しそうな色でしょ。ほらね、カレーも入ってないのに。はい、これで蓋をしないでグツグツ、1時間半煮込みますけど、その10分か15分ぐらい前に、お芋と、人参を入れます。はい、皆さん見てください。大体30分ぐらい経ちましたね。あと大体1時間ぐらいですね。アクも取らないでまた出てきますけど、これぐらいね、コトコトとね、昔は木を焚いて横に置いて、ほんとじっくりコトコトと、家庭で煮たもんです。はい、いい感じです。あと1時間ぐらい煮ます。1時間10分過ぎましたので、ここで逆算して人参、そしてお芋、はい、ここで一度強火にして沸騰させて、あと20分ぐらいでしょうか、弱。そうするとちょうどこの人参とお芋にも火が入ると思いますので、あと20分ぐらいお待ちください。中火の弱火にして、はい、コトコトと煮込みます。はい、皆さんちょうど1時間、見てください。こうね、この煮込みはですね、煮込みスープというイメージで、シャバシャバなんですね。お肉はもう完全にすねは柔らかくなってます。あとお芋と人参ですね。あとちょっと5分ぐらいですね。人参とお芋があと5分ぐらいで、あとコトコトと5分ぐらい煮ます。
はい、完成です。はい、それではこれ1時間半今日煮込んでるんですけど、結構はい、汁もまだシャバシャバです。ね、まだこの汁がまずすね肉ね、いってみたいと思います。よいしょ。ジェラチン質のもうコリコリですねのね、やっぱり1時間半ぐらい煮込むと結構、あとすね肉と人参、結構すね肉が火は完全に入ってるんですけど、やっぱりすねなんでゼラチン質がもうたっぷりでめちゃめちゃ美味しいです。熱い。今日合わせるのはハンガリーグイラニーサウシカキューベセブン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 ふしゃー。はい、失礼しました。サウシカキューベセブンシクローシュね、メルローとカブレネフランでございます。ハンガリーの赤ワイン、バニラの香りがしてなかなかエレガントでこの煮込みに合いますね。この汁ね、ほとんど僕塩コショウほとんどしてませんので、これ普通ね小麦粉をつけて焼くととろみが出ますし、なんか入れる。このレシピは全くもう水だけですから、水だけでこのうまみがもうなかなか、このグラーシュっていうのはハンガリーの、国民的料理っていうことで、多分もう何かの時に週末とか時間をね、ああやってコトコトコトとかけて、健康的にね食べるんでしょうね。グーです、グーです。どうぞ、お時間のある方は、ハンガリー料理とハンガリーのグイラニーをぜひ、お試しください。グーです。